1912年4月10日、イギリスサウサンプトン港、史上最大の豪華客船タイタニック号が夢と希望を乗せて処女航海へと出発します。船内には豪華な階段ホール、きらめくシャンデリアが輝き、まさに沈まない宮殿と呼ばれたゆえんです。3等船室には新天地アメリカを目指す移民たちが乗船していました。若き画家ジャックもその一人。彼はポーカーで勝ち取ったチケットで運命の船に乗り込んだのです。一方、一等船室には上流階級の人々が、その中に望まぬ結婚を強いられた若きローズがいました。豪華な客室は彼女にとって美しい牢獄だったのです。夕暮れのデッキで2人は出会います。身分の違いを超えて惹かれ合う2人。タイタニック号は彼らの運命を静かに運んでいきます。月明かりの下、2人は心を通わせます。ローズは初めて自分の本当の気持ちに気づき始めました。私、飛んでいるみたい。船首に立つローズをジャックが後ろから支えます。上流社会の束縛から解放され、初めて自由を感じた瞬間でした。しかしその先には過酷な運命が待ち構えていました。1912年4月14日午後11時40分、見張り員が叫びます。氷山だ。正面、暗闇の中、巨大な氷山が迫っていました。タイタニック号は左に回避するも、右舷側面が氷山に接触しました。乗客のほとんどはその衝撃には気づきませんでした。しかし船体には約90メートルの裂け目が生じ、静かに浸水が始まっていたのです。事態の深刻さが明らかになるにつれ、甲板には人々が殺到します。しかし救命ボートの数は乗客全員を救うには足りません。4月15日午前2時18分、船体が真っ二つに折れ、タイタニック号は沈み始めました。わずか2分後の2時20分、プチン船は海中に姿を消します。氷のように冷たい海に投げ出された多数の人々がいました。氷点下の海で助けを求める声は次第に少なくなっていきます。多くのボートは定員に余裕があったにもかかわらず引き返すことはありませんでした。しかしそんな中でマーガレット・ブラウンの乗った救命ボートが助けに戻りましょうと彼女の呼びかけで戻りました。こうしてジャックとローズは死の淵から救われたのです。4月18日早朝、生存者を救助したカルパチア号がニューヨーク港に到着します。ようやく地に足をつけることのできた人たちは自由の女神を見上げていました。ジャックとローズは共に新たな人生をスタートしました。そして愛する家族に囲まれ幸せな日々を過ごすこととなったのです。